はい、どうもどうも。最近はね、梅雨で雨が多くなってきましたし、夏に向けてね、気温も上がってきました。そんな中で活躍するのがダイバーズウォッチです。今回、セイコーのダイバーズウォッチ、その中でも、ファーストダイバー現代デザインシリーズってね、呼ばれるものについて扱いたいと思います。現代デザインって何かって言ったら、初代のね、1965年に出た620マスって呼ばれるセイコーのファーストダイバーがあります。そのデザインをモチーフにして現代的にアレンジを加えたのがこのファーストダイバーの現代デザインモデルです。セイコーはいろんなダイバーズウォッチを出してます。でその中でファーストモデルの現代デザインっていうのは2017年に出て、まだね歴史的にはそんなに長くはないんですけど、今ではセイコーのダイバーズウォッチの顔と言ってもいいようなねモデルにまで成長しました。今お見せしているのは2020年に新しくなった新型のモデルです。これ旧型がもともとはあって、それが2017年に出て SBDC051、053、055っていうのがありました。今画像で出しているモデルです。で、この後セイコーはブランドの大再編をします。それで2020年に出たのが SBDC101、103、105で、最近出てるのが139、それから141っていうモデルです。旧型の時代の時はね、それほどでもなかったと思うんですけど、この新型になってからはね、もうすごい支持を受けてて、最近のモデルの中ではもうセイコー全体で見ても一番のヒットモデルじゃないかなと思います。旧型のね、評価がそんなに高くなかったってこともないんですけど、それでもね、この新型が評価されるのは一番大きいのはね、やっぱりケースサイズがすごく抑えられてるところですね。これ、セイコーのダイバーズとしてはかなり小さいサイズです。横幅は 40mm 台、縦のラグトゥーラグも 47mm 台っていう形になってます。あと付け加えるとするなら、6R15 から 6R35 っていうムーブメントに変わりました。同じ 6R 系なので、特に精度面での変更はないんですけれども、70時間のロングパワーリザーブに変わっているのが特徴です。ここ何年間か各社がロングパワーリザーブのものを出して、一種の時計業界のトレンドみたいな感じになってます。例えば金曜日に外して土曜日曜はつけずに月曜日の朝につけてもまだ動いてるっていうイメージです。それまでの腕時計のパワーリザーブっていうのは40時間台、50時間を少し切るぐらいが主流でした。それが使い勝手が悪いって思われたのか、よくわからないですけど、パワーロングリザーブになって、使い勝手がいい仕様にね、アップデートされてます。このファーストダイバーの現代デザインっていうのは、いろんなところでレビューされてます。もちろん腕時計のメディアであったり、個人個人の時計愛好家がネットでね、レビューしたりもしてます。なので、私が今更レビューすることなんてないんで、そこはちょっと今回は省きます。で、ここで私が言いたいのは、そういういろんな個々のね、レビューでどういう評価を受けてるかっていうことです。ネットでね、見れる範囲になっちゃいますが、結構ね、名前の通った腕時計メディアのレビュー記事をまとめてみました。こんな感じで、めちゃくちゃ評価が高いんですよ。腕時計メディアにね、記事を書くぐらいなんで、それはそんじょそこらの時計好きとはわけが違うぐらい、多分時計オタクの方だと思います。そんな人たちからね、例えば完璧だとか、私の欲しいものが全てここにあるとか、長年待ち続けたものがとうとう出たとか、そういう表現が使われてるんですよ。腕時計にある程度詳しくなってくると、私もそうなんですけれども、ある腕時計に対してね、いい点悪い点あげろって言われたら、それなりのこと言えるようになるんですよ。なので、いろんなモデルのレビュー記事でね、それなりのこといろんなこと書けるわけですよね。でも、このファーストダイバーの現代デザインのレビューで、私が一番感じたのは、やっぱり書く人のね、熱量がすごいんですよね。使われてる言葉一つ一つもそうなんですけれども、このレビューから感じ取られる情熱っていうのはすごくて、こんなね、レビュー記事が書かれるモデルっていうのはそうそうないと思うんですよ。それぐらい腕時計好きからもね、すごい高い評価を受けてます。ダイバーっていうことでね、スポーツ系好きからも注目されて、
さらにファーストダイバーっていう昔のモデルをモチーフにしてるっていうことで、アンティークが好きな人たちからも評価をされて、で、価格設定も値段は上がってるんですけれども、ただみんなが言ってるのは、このモデルに関しては価格の値上げっていうのがもう見合ってると。もうさらにそれ以上の価値があるんだっていうふうにね、みんな言ってるわけです。ここまで、褒められるモデルっていうのは、セイコーのダイバーズっていうジャンルだけじゃなくて、もうセイコーっていう全体で見てもね、なかなかないと思います。ここ10年、いや、もしくは20年で見てもね、一番評価されてる腕時計かもしれません。で、私が今動画でお見せしているのは SBDC105 っていうモデルです。シリーズの中でいろんなカラーバリエーションありますけれども、ブラウンの文字盤にゴールドの針とインデックスが使われてます。これ実は発売当初に買ったわけじゃないんですよね。この新型のファーストダイバー現代デザインが出てから今ちょうど1年ぐらい経ってます。限定モデルを除けば、いつでも買えるラインナップだったんで、別にね、急いで買う必要ないなと思って、カラーバリエーションいろいろ出て、で、その中で一番好きなの選べばいいかなと思ってね、別に手を出してなかったんですけど、急遽ね、今年になってからこれ買ったんですよ。で、購入した理由は何かっていうと、最近ね、セイコーのダイバーズでマイナーチェンジが進んでるんですよ。このファーストダイバー現代デザインも、今ここ出してるように 3G1 にね、夜光ないんですよね。それが、例えばこの SBDC105 の、ベルト違いのモデルとして、限定モデルとして、もうすぐね、SBDC141 っていうのが発売されます。で、ベルト違いの限定モデルなんですけど、これ見てください。これ夜光ついてますよね。さらに、最近出たホワイトの文字盤の限定モデルもあります。SBDC139 ですね。これも 3G1 にね、夜光入ってるんですよ。なんで 3G1 に夜光が入るようになったかっていうと、セイコーが準拠しているダイバーズウォッチの規格として、国際規格の ISO6425、それから国内規格、これは国際規格の ISO を国内用にね、モディファイしたものなんですけども、JIS の B7023 っていうダイバーズウォッチの規格があります。そのダイバーズウォッチの規格に改定がありました。判読性の項目のところに新たに要件が追加されました。内容はというと、暗いところでアナログ表示の腕時計にはちゃんと5分ごとに、それを指し示すものをつけてください。つまり5分ごとに夜光をしっかりつけましょうっていう規定が追加されました。セイコーはダイバーズウォッチをこういう国際規格、国内規格に準拠して作ってるので、この変更もね、少しずつ反映させています。もともとセイコーはダイバーズウォッチで 3G1 に日付があるモデルでは、夜光をね、3G1 につけてなかったんですよ。それが新しいモデルでは、ダイバーズウォッチの規格に沿った形にするために 3G1 に夜光をつけてます。この 3G1 の夜光の追加っていうのは、良し悪しは特にないんですよ。でも、この現代デザインにおいてはね、結構大きな問題じゃないかなと私思ってます。人間のね、習性みたいなところで変化があるとね、それに対してちょっと抵抗感を感じるんですよね。で、もともとあったものがなくなったら、そこにぽっかり穴が開いたような感じがするし、逆になかったところにそれが追加されちゃうと、余分なものがついたように感じちゃうんですよね。本質的なところでは、この 3G1 に夜光が追加されるかどうかっていうのは、別にいいも悪いもないんですよ。でも、ファーストダイバーの現代デザインにおいては、この6マスっていう初代ダイバーをモチーフにしてるわけなんですよね。なので、初代ダイバーにないのに、この現代デザインでは追加されてるっていう要素があると、なんか余分に感じちゃうわけです。この 3G1 の夜光の追加は、新しいモデルにだけ反映されて、古いモデルはつかずに残るのかなと思いきやそうじゃないんですよ。もともと夜光の入ってなかった SBDC101、103、105も型式はそのままで、実はマイナーチェンジが施されて、今では 3G1 に夜光がついているものがセイコーからは出荷されてるみたいです。それで私が発売から1年経ってこれを買ったのはそういう理由があるんですよね。置き換わっちゃうから、その前についてない方を買っとこうっていう
別についてるからダメっていうことは一切ないんですよ。ついてることによってこの腕時計の価値が下がるってことはまあ別にないんですけど、でも後から買えなくなっちゃうからそれまでに手に入れとこうっていう、まあそういう感じでね手に入れました。それでこれは現代デザインだから別にいいんですよ。で問題はファーストダイバーの復刻モデル限定で高額で出てるバージョンありますよね。あちらどうするのかなって気になりますね。オリジナルではついてなかった夜光を311につけるのかどうか。多分つけるんでしょうけど、それどうやって復刻版としての折り合いつけるのかなっていうのはすごい個人的には気になりますね。はい、ここまでセイコーのファーストダイバーの現代デザインシリーズについての話をしてきました。ここまで腕時計好きから絶賛されるモデルも少ないっていうぐらいこの時計は評価されてます。で、これは私の勝手な予想なんですけど、このファーストダイバーの現代デザインっていうのは、あと例えば4、5年経って新しいモデルに切り替わっても、今後も続いていくシリーズじゃないかなと思います。で、その中でも、この2020年に出たモデルは、中高の層じゃないけど、この地位を確立した、名品としてね、今後も10年、20年語り継がれていくモデルになるんじゃないかなと勝手に思ってます。そんな重要モデルだからこそ、今回のね、マイナーチェンジも小さい問題ではないと思うんですよ。だからもし、このモデルをね、購入検討している方がいたら、夜光があった方がいいのかなかった方がいいのかちゃんと考えて買わないといけないですね。で、店頭で買ったらどっちかはっきりするんですけど、例えばネットでポチるような時は、これ型式一緒なんでどっちが届くかわかんないわけですよね。そこはね、十分に気をつけてください。今回はこのチャンネルでは珍しく、話題のね、モデルについて扱いました。次の動画はおそらくお勉強会になると思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。